バンコクという町には不思議な底力があります。町中には近代なビルがどんどん建っていますが、その一方でヤジや屋台、そしてチャオプラヤ川沿いで静かに祈りを捧げる風景といった地元ならではの空気感がしっかりと残っています。このローカルな感覚は実は遠い昔の歴史につながっています。9世紀頃、古代のタイの人たちがメコン川からチャオプラヤ川の流域へと南へ移動してきた、その足跡が今の町の根底に流れているのです。面白いことに、バンコクの社会にははっきりとした格差が見えます。例えば、選ぶビールの銘柄一つで、その人がどの層に属しているかがわかると言われています。シンハビールを飲む人は上層階級、チャンやレオを飲む人は庶民という具合です。このように、伝統な暮らしと現代な消費が同じ空間に共存しているのが、バンコクという街のユニークなところです。ここで、アレックス・カーという人物の視点から、この街の未来を考えてみましょう。彼は、都市が持つ記憶を保存することを大切にしています。それを具体に実現するための4つのアイデアがあります。1つ目は、住民が参加する保存プロジェクトです。川沿いの古い木や伝統な漁村の姿を3次元スキャンという技術でデジタルデータにし、仮想空間であるメタバースで公開して、誰でも見られるようにすることです。2つ目は、屋台文化を正式な制度にすることです。衛生面をしっかり管理しながら、屋台を運営する人たちの組合を法律で守り、観光客が安心して利用できる認証マークを作ることです。3つ目は、歴史教育を深めることです。学校の教科書に、民族がどのように移動し、王朝がどう作られたかという歴史を盛り込み、博物館と連携して学ぶ仕組みを作ることです。4つ目は、専門家たちのネットワークを作ることです。考古学や都市計画、観光経済といった異なる分野の研究者が集まる拠点をバンコク大学に作り、世界中から人を集めて話し合いの場を持つことです。こうした取り組みが進めば、観光で稼ぐ力と文化遺産を守る力が互いに助け合う関係になれます。古い街並みと新しい設備がうまく調和すれば、街の記憶は消えることなく、次の世代へと受け継がれていくでしょう。過去の痕跡をただ眺めるだけでなく、実際に体験できる場所に作り変えること、それこそがバンコクの底力を支える鍵になります。さらに深く歴史を掘り下げると、王室が街づくりに大きく関わってきたことがわかります。1650年代、ラーマカズヨによって首都として定められた後、王宮は政治の拠点であるだけでなく、宗教や芸術を守る中心地となりました。特にラーマ5世の時代には、欧米の国々と条約を結ぶ中で、鉄道を敷いたり伝統を導入したりと、近代化を力強く推し進めました。この時に計画に作られたのが、チャオプラヤ川沿いの住宅街や商業地です。例えばサムトーンパークという場所は、今でも王族が訪れる行楽地として残っており、昔ながらの水辺の祭りと近代な公園文化が混ざり合った、とても珍しい空間になっています。また、川の使い方も重要です。もともとメコン川からやってきた先祖たちは、川の氾濫を防ぐための堤防を築きました。そこには自然災害に立ち向かうための知恵が詰まっていました。19世紀後半になると、フランス人の技師による改修計画で航路が広がり、土が削れるのも防げるようになりました。これにより、水上市場であるタラーとローティンが大きく繁栄したのです。今の屋台文化のルーツは、ここにあると言えます。漁師や農民が直接物を売るスタイルは、王室が発行した許可証という制度から始まりました。一定の品質を守り、税金を払うことで許可が出たため、屋台の人たちは長い年月をかけて、伝統の味と衛生管理を両立させてきたのです。一方、町を支える若者たちの文化も興味深いものです。1970年代にベトナム戦争が終わると、バックパッカーたちが集まり始めました。彼らは安い宿と多様な食事を求めて、カオサン通りに集結しました。最初は自宅の空き部屋を貸し出すだけだったホステルが、次第に共同キッチンや掲示板を持つ施設へと進化していきました。
それに合わせて屋台料理も変わりました。単なる軽食ではなく異文化交流の道具になったのです。例えばトムヤムクンの辛さを調整してヨーロッパからの旅行者に合わせたミディアムスパイシー版を作ったことは、料理人と旅人の対話から生まれた創造な例だと言えます。また王室が主導した伝統工芸の復興も大きな役割を果たしています。王妃シリカ・ウィサヌが中心となり、アユタヤ時代の陶磁器の技術が再評価されました。かつてこれらの陶器は海上のシルクロードのように川のネットワークを通じて東南アジア全域に輸出されていました。今では屋台の前にはワークショップが設置され、観光客が自分で器を焼く体験ができるようになっています。これはデジタルな保存だけでなく、実際に触れて覚えるという感覚な記憶としてとても重要です。さらに1990年代後半からは水辺を再生させる政策が始まりました。川の水質を改善すると同時に古い倉庫をアートギャラリーやライブハウスに作り変えたのです。これにより夜の川岸はジャズや伝統舞踊が楽しめるリバーナイトマーケットとなり、地元の人と観光客が一緒に過ごす場所になりました。この計画は王室の土地を交易のために貸し出す仕組みを活用したため、お金儲けの再開発ではなく、みんなのための公共の場として守られたことが高く評価されています。屋台文化は単に食事を出すだけでなく、社会なセーフティネットとしての役割も持っています。低所得層の女性たちが家庭で培った料理の腕を生かして安くて良い食事を提供し、それで子どもの教育費や医療費を稼いでいるケースが多くあります。特にもうちゃんという甘いおかゆは栄養価が高く、保健所が推奨する健康食として認められました。屋台の店主たちは保健指導員と一緒に食材の保存方法や温度管理を学ぶ義務を負っています。これは伝統を守りながら現代のルールを融合させるというまさに理想な形です。最近ではデジタル技術が歴史な建物の保存に大きく貢献しています。アルンの壁画は火災で被害を受けましたが、3次元レーザースキャンと AI による画像復元技術で失われた色や形が再現されました。このプロジェクトにはタイの国立大学と日本の研究機関が協力し、学生たちも実習として参加しています。復元の様子はオンラインでリアルタイムに配信され、世界中の人が意見を出せる仕組みになっています。これによりバンコクの記憶はデジタル空間で永遠に残ることになりました。未来に向けては交通と環境をセットで考えるアプローチが進んでいます。2020年代に導入されたスマートボートは電気モーターと太陽光パネルを使い、チャオプラヤ川を走る公共交通として機能しています。乗客は QR コードでチケットを買い、乗船中に AR ガイドで沿岸の歴史や屋台の由来を学ぶことができます。さらに船についたセンサーで川の水質をリアルタイムに測定し、そのデータを住民がアプリで確認できるため、みんなが環境意識を持って行動できる仕組みが整いました。このように都市の記憶を体験できる場にするという考え方は、単なる観光客向けの見せ方ではなく、住民の生活に根ざした包括な政策へと進化しています。王室、大学、企業、そして旅人たちが互いに影響し合いながら、バンコクは過去と未来を同時に抱える唯一無二の街として、その底力を発揮し続けています。川と屋台、王室と市民、デジタルとアナログが交差するこのダイナミックな進化を、これからも見守っていく必要があるでしょう。最後に、バンコクの始まりを振り返ってみましょう。もともとは小さな漁村でした。7世紀頃、水辺の部族が川岸に木造の集落を作り、豊かな漁場で暮らしていました。近年の調査では、当時の土器が見つかっており、アユタヤ王朝の影響を受けた青緑色の釉薬が使われていたことが分かっています。これが後の陶磁器復興の原点となりました。13世紀になると、アユタヤ王朝が勢力を広げ、チャオプラヤ川は東南アジアの物流の用となりました。中国やインド、マレー半島との貿易で香辛料や絹、金属製品が激しく行き交いました。
川岸には倉庫や市場ができ、防衛のための城塞が築かれました。これが後の首都づくりの基盤となり、バンコクという町の原型になったのです。18世紀末、ラーマカズヨが新しい王都を築いた時、川の両岸に豪華な宮殿と寺院が並びました。特にワット・アルンは日の出とともに輝く塔が美しく、当時の最高の技術と芸術が注ぎ込まれました。王宮の中には農園や工房があり、そこで作られた米や布が輸出され、バンコクは世界な貿易の拠点となりました。こうした歴史の中で、20世紀初頭に日本から来た学者、アレックス・カーは、この町の変化に強い関心を持ちました。彼は、産業化が進む前の町並みを観察し、急激な開発が伝統な暮らしや文化を壊してしまう危険性を警告しました。カーは、古い町並みを守るための記憶の保存という考え方を提唱し、口づての歴史や手仕事の技をデジタル化して次世代に伝える方法を探りました。彼のこの提案は、タイ王室が進める文化保存プロジェクトと重なり、王妃シリカ・ウィサヌがそれを後押しすることになったのです。伝統工芸の復興センターと一緒に、伝統を守る取り組みが形になりました。さて、旅人の文化についてお話ししましょう。1970年代の終わり頃、欧米から来た長期旅行者たちが、少ない予算で東南アジアを巡る旅が流行しました。彼らが集まったのが、バンコクの中心にあるカオサン通りです。安い宿と、いろいろな屋台料理を求めて、世界中から人々が集まりました。この通りはあっという間に、世界中の旅人が集まる街になり、いろいろな国の言葉が飛び交う交流の場になったのです。特に、みんなで使えるキッチンがあるホステルは、旅人同士が一緒に料理を作り、食文化を分かち合う大切な場所になりました。そこで地域の人たちとの付き合いも増えていきました。それに合わせて、屋台のメニューも変わっていきました。タイ料理だけでなく、ヨーロッパや中東、アフリカの食材や調味料が取り入れられ、新しい融合料理が生まれたのです。例えば、パッタイにトマトソースを入れたタイ風ミートソース麺や、グリーンカレーにチーズを溶かしたカレーチーズ鍋など、旅人の好みに合わせた創作料理が次々と登場しました。最近では、バンコクの宿の形も多様になっています。環境に優しいエコロジカルホステルという施設が増えてきました。ここでは、自然のエネルギーを使ったり、雨水を再利用したり、ゴミの分別を徹底したりしています。泊まる人には、プラスチックを減らそうという活動も伝えています。また、宿泊代の一部を地域の教育や医療の支援に使う仕組みもあり、観光で得たお金が、そのまま地域の人たちの幸せにつながる仕組みを作っています。こうした取り組みは、王室が進める持続可能な都市計画という考え方と同じであり、王家信託基金からの資金援助を受けて広がっています。バンコクの屋台文化は、地域のネットワークで支えられています。例えば、チャオプラヤー川の漁師さんが早朝に取った魚は、すぐに近くの屋台に届けられます。店主はその新鮮な魚を使って、刺身や揚げ物を提供します。この流れは、季節の魚の量や天気に合わせて柔軟に変わります。まさに自然と一緒に生きている姿です。また、多くの屋台は親子で経営しています。子供たちは小さい頃から料理の技術や接客のマナーを学び、将来は独立して店を持つことも多いです。こうした世代交代があるからこそ、伝統な食文化が時代に合わせて進化し続けているのです。デジタル技術の導入は、文化を守ることや観光情報を伝える方法に大きな変化をもたらしました。例えば、王宮の周りにある歴史な建物は、3次元の測量装置と画像解析ソフトを使って、細かくデータが取られました。それを仮想現実、つまりバーチャル空間に再現したのです。専用のヘッドセットをつければ、昔の姿や直す前の状態を体験でき、歴史な背景を深く理解できます。このツアーは遠くに住む学生や研究者にも開放され、世界な学びの場として活用されています。また、乗り物のスマート化で、住民も観光客も便利になりました。バンコク市は、
地下鉄と高速道路をつなぐ乗り換え駅を整備し、切符は携帯電話のアプリで簡単に買えるようにしました。このアプリは、今どこにいるかに合わせて、一番いい乗り換えルートや混雑具合をリアルタイムで教えてくれます。さらに、近くの屋台や文化施設の紹介もしてくれます。面白いのは、歩いた距離や節約したエネルギーに応じてポイントがもらえることです。このポイントは、地域の農産物や手作りの工芸品と交換できます。日々の移動が地域経済への助けになり、持続可能な社会への一歩となっています。環境を守る取り組みでは、チャオプラヤー川の水質をきれいにする大きなプロジェクトが進んでいます。市は、古くなった上下水道の管をすべて新しくし、川沿いに木を植えて、自然に水をきれいにする力を強めました。植えられた木は、土が削れるのを防ぎ、二酸化炭素をたくさん吸収してくれる種類が選ばれています。これで、1年間に数千トンの二酸化炭素を減らせると期待されています。さらに、川沿いの農家さんと協力して、化学肥料を減らし、有機肥料を使うように促したことで、上流から流れてくる汚れを抑えることにも成功しました。こうした取り組みは、王室が掲げる自然と共生する都市という目標と同じであり、国内外から高く評価されています。観光客が長く滞在するようになり、バンコクは体験型観光の拠点としての役割を強めています。例えば、旧市街の路地裏にある歴史散策路では、ガイドがいなくても一人で回れる仕組みがあります。足元に埋め込まれたセンサーが歩く人の位置を感知し、音声ガイドが自動に流れるのです。ガイドでは、昔のアユタヤ時代の貿易の様子や、ラーマ4世の改革、そして近代化の中で失われた職人の技術について、専門家が詳しく解説してくれます。また、道中では伝統な踊りや楽器の演奏がライブで行われ、訪れた人もその場で参加することができます。バンコクの夜景は、ライトアップされたお寺と川面に映る明かりが作り出す幻想な景色として、世界に有名になりました。特に、毎年開かれる川岸島祭は、王室が公式に講演しており、世界中のアーティストが光と音の作品を展示します。この祭りでは、川沿いの大きな鏡のようなスクリーンに、昔の壁画や描かれた作品が映し出されます。訪れた人は、自分の影と重ね合わせながら、歴史と対話する体験ができます。この祭りデータを金は、川の環境を守ることや、屋台の店主さんの技術を上げる支援に使われ、文化と自然が助け合う行事として定着しています。教育の分野でも、先進な取り組みがあります。王立大学では、学生が実際に屋台でインターンシップを行い、メニュー作りや接客を学ぶ実務体験プログラムを提供しています。これは観光学や食品科学、経営学の勉強と結びついており、学生は卒業後すぐに地域の飲食業界で活躍できるようになります。また、王室が作った若手文化継承基金は、若い芸術家や職人に活動資金や展示の機会を与え、伝統な技術を新しくしつつ、次へつなげることを後押ししています。バンコクの未来を考える上で大切なのは、住民と観光客が一緒に作り上げる共感の空間です。これは、単に古いものを保存するだけでなく、日常生活の中で歴史や文化が生き続ける場所を維持することを意味します。具体には、地域の祭りや行事に観光客が参加し、地元の人と一緒に料理を作り、音楽を奏で、語り継がれる物語を体験することで、お互いを理解し、尊敬し合う気持ちが育まれます。こうしたやりとりは、バンコクが持つ多様性と複雑さを前向きに捉え、街全体のしなやかな強さを高める鍵となります。最後に、バンコクが世界に示すべきモデルは、歴史を守ることと現代の発展がぶつかり合うのではなく、お互いを助け合って機能することを証明している点にあります。王室の長い視点と、市民による新しいアイデアが融合し、デジタルとアナログ、自然と人工、伝統と革新が調和した街を実現しています。このようなやり方は、急激に発展している他の都市にとっても参考になるはずです。バンコクは、過去の記憶を大切にしながら、
未来への道を切り開く先駆な都市としてこれからも歩み続けるでしょう。バンコクが掲げる共感の空間という構想は単なる観光の戦略ではなく、街全体を巻き込んだ社会実験のようなものです。その中心にあるのはアレックス・カーが著書バンコクファウンドで唱えた歴史な層を可視化するという考え方です。カーはバンコクの街角にある古い遺跡と近代な設備が混ざり合っている様子を写真と文章で鋭く描き出しました。そして王室と一緒にデジタルアーカイブを整えることを呼びかけました。彼の提案は王室が主導する文化財保護基金と結びつき、国全体の歴史データベースプロジェクトへと発展しました。このデータベースには古い文書の写しや口づて、さらには屋台のレシピまでがまとめられています。AI が自動にタグをつけ、時間の順番に整理するため、研究者だけでなく一般の人も簡単に調べることができます。この取り組みの一つとして、チャオプラヤー川沿いに新しくできた流れる博物館では、AR グラスをかけた人が、川面に映し出される昔の船や貿易の様子をリアルタイムで見ることができます。例えば、19世紀の終わりに活躍した中国系商人の船団が、今の里恩地区を航行していた様子が、光の粒となって水面に浮かび上がります。これにより、観光客はただ景色を見るだけでなく、当時の物流やいろいろな民族が交流していた実態を体感できます。さらに、この内容は多言語に対応しており、音声はすべて日本語のナレーションがついているため、国内外の学生が授業の一部として利用できるよう配慮されています。バックパッカーの聖地として有名なカオサン通り周辺でも、同じようにテクノロジーが導入されました。ストリートフードマップというアプリは、GPS 情報とユーザーの好みを分析し、まだ行ったことのない屋台や季節限定のメニューをすぐに教えてくれます。さらに、それぞれの屋台にある歴史や料理の由来を短い動画で紹介する機能がつきました。例えば、甘辛いソースで炒めたパッタイの始まりが、第二次世界大戦後の米軍基地で生まれたという話や、王室が公式に認めた王室御用料理のレシピが公開されることで、食文化と王室の結びつきがはっきりします。こうした情報は、旅行者が単に味を楽しむだけでなく、食材の産地や農家さんとの関係まで理解する助けとなり、地域経済に還元したいという意識を高める効果を生んでいます。王室が進める持続可能な観光政策は、環境を守ることと文化を守ることを同時に達成するお手本として、世界に注目されています。具体な例として、王宮の敷地内に設置された太陽光パネルが、屋台の明かりや冷蔵庫に直接電気を送り、二酸化炭素の排出を減らしています。また、王室が所有する広い緑地では、伝統なタイ式の農法である三段階輪作が復活しました。これにより土の栄養が良くなり、屋台で出される野菜の品質も上がっています。これらの農産物は、QR コードで追跡できるブロックチェーンシステムに登録されており、消費者はスマートフォンで誰がどう作ったかを確認できるため、透明性と信頼性が保たれています。教育機関との連携も深まっています。チュラロンコン大学の建築学部は、バンコク旧市街の保存再生プロジェクトに学生チームを派遣しています。学生たちは、伝統な木造建築の技術と、最新の組み立て式工法を組み合わせたハイブリッドリノベーションという手法を実践しています。住民参加型のワークショップを通じて、一緒に改修計画を立てるのです。この過程では、住民が自分たちの生活スタイルや宗教な儀式について説明する場が設けられ、設計者はそれを計画に組み込むことで、住みやすさと文化な価値の両方を実現しています。完成した住宅は、エネルギーを自給できる割合が高く、雨水を回収するシステムを備えるなど、環境に配慮した作りになっています。バンコクの芸術シーンは、伝統と最新技術が見事に融合している。その中でも注目を集めているのが、王室が支援する若手芸術家創作センターだ。ここで行われているのは、3次元プリンターで作られた古代の仏像のパーツと、職人が手で彫った木の細工を組み合わせた新しい芸術作品の制作だ。
これらの作品はバンコク国際アートフェアで展示される。購入者には作品の制作過程を示す AI トークンが付与される。AI トークンとはデジタル上で唯一無二の証明書のようなものだ。これにより作品は現物だけでなくデジタル資産としての価値も持つ。さらに AI トークンの売上金は全額が屋台経営者の技能向上研修や伝統舞踊団体への助成金として使われる。お金が循環する仕組みが出来上がり、誰もが得をする。まさに循環型の経済の良い例となっている。バンコクの夜をさらに魅力にしているのが星空下半シネマという新しいサービスだ。チャオプラヤー川の上流に透明な付帯スクリーンが設置されている。そこに古典映画や現代アートの映像が投影され、観客はボートに乗りながら鑑賞できる。上映される作品は王室が選んだ歴史な映像資料やアレックス・カーが撮影した過去50年分のバンコクの街並みドキュメンタリーが中心だ。映像と一緒にリアルタイムで解説も流れる。観光客は川の静けさと光の演出に包まれながらバンコクの過去と現在を体感できる。このイベントは大変な人気で毎年予約制で満席になるほどだ。バンコク独自のコミュニティ、ホスピタリティ制度も整備された。これは地元の人が自宅の一部をゲストハウスとして提供し、訪問者に家庭料理や祭事への参加を促すというものだ。王室はこの制度を正式に認定し、参加者には王室認定ホスピタリティバッジを授与する。バッジはブロックチェーンという技術で管理されており、宿泊履歴や評価が透明に記録される。そのため旅行者は安全で信頼できる滞在先を選ぶことができる。ホスト側には地方自治体からの補助金と王室が運営する料理学校での研修機会が提供される。これにより地域の雇用が生まれ、文化も継承されていく。バンコクの街頭芸術シーンも王室の保護政策の下で新たな潮流を迎えている。特に壁画アーティストが古代スコール文字や仏教経典の一節をモチーフにした大型作品を制作し、公共スペースに掲示するプロジェクトが進行中だ。これらの壁画は夜になると LED の光で照らされる。光と影のコントラストが幻想な雰囲気を作り出す。王室は壁画制作に必要な資材費やアーティストの報酬を基金から支給している。また作品ごとに QR コードを埋め込むことで閲覧者が作品の背景や作者インタビューにアクセスできる仕組みも導入された。その結果、街全体が巨大なギャラリーのようになり、観光客は散策しながら自然と芸術教育を受けることができる。バンコクが目指す未来の都市像はテクノロジーと人間性が調和した知覚都市だ。全市域に設置された感覚センサーは気温や湿度、騒音レベルだけでなく歩行者の表情や歩調まで分析する。そして街灯の色彩や音楽のボリュームを自動で調整する。例えば雨が降り始めた瞬間に近隣の屋台の照明が暖色系に変わり、雨音に合わせた和風の琴の旋律が流れ出す。これにより訪問者は自然環境と人工空間が一体となった感覚を得ることができる。都市全体が生きた舞台として機能するのだ。こうした総合な施策は王室の長期ビジョンと市民の創造エネルギーが融合した結果だ。バンコクは過去と未来を同時に抱える唯一無二の都市として世界に新たな都市モデルを提示し続ける。